架橋と一緒に頑張ってきた結果ついに G1 出走が決まったので必勝祈願を受けに目白神社に向かいつつそのことを配信でコメ面に報告するラブズオンリーユー。ラブミー、ラブユー、ラブズオンリーユーでーす。今日もみんなでたくさんお話ししましょうね。待ってた。ラブユー。いきなりだけど今日は重大発表がありまーす。架橋くんとの嬉しいお知らせです。なんだなんだ、ついにか。気になるどこまで行ったんだ？教えて、手を繋いだくらいだろう。ふふふ、みんなはなんだかわかる？なんと、G1 の出走が決まりました。やったじゃん。G1 出走って何の暗喩だ？おめでとう。第一子ってことか。ついにこの日が来たか。人数には早すぎないか。当然勝ちに行こうぜ。まだ中学生だよな。架橋も評価してやれよお前ら。とりあえず赤スパ投げとくか。そう、架橋くんと一緒に頑張ったんだから。架橋との共同作業ってことか。確かにそうだな。共同作業？そういう言い方もできるよね。ここまで来るのに大変だったんだから。そういう体質の人もいるって聞くからな。毎晩夜遅くまでしたり。毎晩か。若いな。それはもう体が壊れるんじゃないかって思うくらいにハードでね。体が壊れたら元も子もないだろ。ありがとう、気遣ってくれて。でもね、G1 で勝つにはそれくらいやらないと勝てないってわかってるから。G1 で勝とうとする子はみんなやってるんだよ。みんなやってるのか。さすがトレセン学園だな。でもこないだ新たな挑戦ってことで無理な体勢をとってみたらちょっと怪我しちゃってね。体が柔らかいとかでもいきなりすごいのは負担がかかるからね。そしたら架橋くんがこう言ってくれたの。ここまでやってダメだったらちゃんと責任は取るから最後まで俺に付き合ってくれ。ほう？さすが架橋だな。それでこそ俺たちの架橋よ。ちょっと架橋くんは私のなんだからね。かわいい。助かる。これラブズとコメ面の間で相互が発生してるけどラブズとラブトレの間でも相互が発生してるだろ。ともかく、私は次の G1 で勝利を狙います。勝てなかったら架橋くんに責任取ってもらうんだから。そうだそうだ。いずれにせよやることやってるんなら責任取らないとダメだろ架橋。みんなもそう思うよね。裏切られたら泣いちゃうもん。でも大丈夫、架橋くんは信頼できる人だから。たまんねえぜ。ところでこの撮影現場ってどこ？いつもの場所じゃないよね。そうなの、今日は目白シティに来てます。目白シティか。それってつまりそういうことだよな。G1 に出走するって言ったでしょ？その必勝祈願で目白神社に向かってるの。ああ、G1 出走ってそういう。なるほどね。必勝祈願ってそういう。コメ面がこの反応ってことは目白していって一般的にもそういう認識なのか。いいだろ？目白だぜ。ねえラブズ、わざわざ目白シティまで出向いたのにはやっぱりそういう理由があるってこと？理由？もちろんあるよ。ただの必勝祈願なら目白シティまで足を運ぶ必要はないもの。まず単純に目白市長のご厚意で好きなように配信していいこと。それは俺らからしてもありがたいな。一緒にラブズの勝利を祈りたい。あと面白いのが目白神社の祈願システムね。多分知らない人も多いんじゃないかしら。どういうこと？目白神社で必勝祈願をお願いする場合通常初保料3万円なの。3万円か。結構するな。しかしあの目白のパワーを授かれるなら3万円くらい安いものでは？車高膠着もしなくなるらしいな。3万円って聞くとそういう反応になるよね。でも私はさっきこう言ったわ。通常初保料って。つまり？ざわ。子授け祈願も合わせて受けると割引になって3000円もらえるの。何それ。怖。割引ってなんだよ。これが噂に聞く目白クオリティか。あと目白神社でしか授かれない特別なご加護があってね。もちろん G1 勝利に関係することだし実はこれが私の本命だったりして。せっかくだからみんな考えてみて。なんだろう。どんなご加護だ？目白神社だけってところが鍵だよな。どう？答えは思いついた？それじゃあ正解発表。発表かわいい。発表求めてた。正解は、担当トレーナーとの絆が物理的に深まる。どうかな？当たってた人いるかな？
物理的にまではわからんかった。どういうことなの？別に難しいことじゃないんだけどね。目白シークレットサービスの方々があの手この手を尽くして物理的に絆を深めてくれるの。思いっきり人の手が介入してるな。俺の知ってる5カゴとは違いますね。5カゴとは、ゴゴゴゴ。勘違いしないでね。もちろん希望者だけだから。不自然な急接近は不本意だっていう子も少なからずいるだろうし。やっぱり会話を重ねて時間をかけてゆっくりと距離感を縮めたい子も当然いるものね。馬娘の意思は尊重してくれてるけど担当の意思は一切考慮されてないんですがそれは。いいでしょう。目白ですわよ。まあ俺としてはラブズが幸せになってくれれば全然それでいいんだけど。それは同意。ふふふ、みんなありがとう。そうそう、持っていかなきゃいけないものがあるから絶対に忘れないようにしてね。忘れても現地で備え付けのを受け取れるけどやっぱり自分で用意したものの方がご加護があるっていうか。何を持っていくの？鋼の石ね。ああ、やっぱり目白していて。そんな気はしてた。もちろん変な意味じゃないの。鋼の石っていうのは要するに最後の砦的な守りの象徴でしょう？その鋼の石を神聖な焚き火にくべることで最後の砦を取り払い子宝を授かるという意味ね。ふむふむ。一理ある。アリストテレス。説ある。説アルコアトル。説アルコアトル好き。説アルコアトル久々に見た。シュバチンピンフェスティバルぶりに見た。あんな狂気の宴をよそに持ち出すな。この儀式は目白神話の一つである金床の誓いが由来になってるの。どんな話？じゃあ教えてあげるね。古代目白の地には清らかなる心を持つ金床の馬娘がいました。金床の馬娘は清らかなる心を持つがゆえに周囲に築いた鋼の砦があまりに固く誰もその心に触れることができませんでした。そこに通りかかった白き旅人は風を身にまとい金床の馬娘の前に立ちこう言いました。もし汝がその砦をくべるなら風は汝の翼となろう。金床の馬娘は己の鋼の石を聖なる焚き火へくべ風と共に空へ舞い上がりました。その瞬間白き風と炎が交わり新しい命の息吹が生まれたそうな。この神話が由来となって目白神社では鋼の石をくべる儀式が行われるの。それはすなわち己の守りを手放し信頼と共に未来を授かるという誓いね。現代では試合や挑戦前に迷いをくべる象徴として行われるってわけ。ね？変な意味じゃないでしょ？これが子宝を授かる方の祈願。違うわよ、必勝祈願ね。こっちは？失礼します。目白シークレットサービスです。こんにちは、今日はよろしくお願いします。なんだ？暴れてるズダ袋から架け橋の声しない？手はず通りラブトレさんを拉致お連れしました。ありがとうございます。今拉致って言ってなかった？じゃあみんな、これからさっき話してた物理的に絆を深めるご加護を授かるね。ちょっとだけ配信切るから少しだけ待っててね。ラブミー、ラブユー、ラブズオンリーユーでした。一体何が始まるんです？架け橋がラブズに架け橋作るんやろな。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。